ご安全に青函溶接職人カジチャンネルのカジです。今回はスクリューの展開の仕方を解説します。最近は展開ソフトがあるので数字を打ち込めば展開図ができると思いますが、どんな計算で展開図ができているのかは知らない人も多いのではないかと思います。この時代にいらない知識かもしれませんが、中には知りたいっていう私と同じ変態さんがいらっしゃると思います。そういう方に届けばいいなと思います。スクリューの展開は連立方程式を使います。中学校で習ったと思いますが、どこで使うんって思ってたでしょ？ここで使いますよ。なるべく分かりやすく解説するので、連立方程式なんて忘れたって人は少し連立方程式の復習をしてからこの動画を見てくださいね。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価やハイプなど皆さんからの反応と応援が私のモチベーションです。質問、感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速いってみよう。今回の動画で展開するスクリューはスクリューコンベヤーなどに使われるシンプルな羽のついたスクリューです。シャフトの周りにスクリューがついています。スクリューは内径と外径とピッチによって決まります。シャフトに羽がつくのでシャフトの外径イコールスクリューの内径となります。スクリューの羽はひねっていますが、今回紹介するような一般的なスクリューはどの位置でもシャフトに対して羽が直角になっています。先ほども言いましたが、スクリューは内径と外径とピッチで形が決まります。ここでは仮に内径を100、外径を400、ピッチを400として考えてみます。ちなみに展開では板厚は考慮しないこととします。図面的な絵で描くとこのようになります。内径はこの部分なので実際にはシャフトの外径にあたります。外径はスクリューの外径です。ピッチはスクリューがシャフトを一周した時に進む距離です。模型で見るとこんな感じになります。先に展開するとどんな感じになるのか知っておいた方が分かりやすいので見てみましょう。こんな感じになります。赤い線から赤い線までが1周分の展開になります。この形をこのように伸ばすとスクリューになります。伸ばすと内径外径が小さくなるのが分かりますか？全体的に絞りながら伸びていきます。簡単に言うと、スクリューを決められたピッチまで伸ばした時に内径と外径が絞られて図面に書かれている数字になればいいというわけです。まずは先ほどのスクリューの図の1周分を使ってスクリューの内径とピッチの関係を考えます。内径はシャフトの外径と同じなのでこんな感じに書けます。横から見て0度から始まったスクリューは1周360度回ってピッチ分400進んで0に戻ります。ピッチに比例して回るので90度の時のピッチは400割る4なので100。90度ごとに100進むので180度の時のピッチは200。270度の時のピッチは300。一周して360度でピッチは400になります。これをグラフに書くとこのようになります。横軸にピッチ、縦軸に内径の円周です。内径の展開はこの直線の距離になります。分かりにくいと思うので図を紙に書いてこの三角形を切り取ってシャフトに貼ってみます。この赤い線がスクリューの内径の毛書きになります。
今度はスクリューの外径の長さを同じように考えます。内径の時に考えたシャフトが太くなったと思えば分かりやすいと思います。横軸にピッチ、縦軸に外径の円周とすると、この直線がスクリューの外径の長さになります。スクリューを横から見てみます。羽の実寸はこの長さです。つまり 200-50 イコール150となります。この長さはどこを取ってもシャフトに直角に取り付いているので、羽の幅は常に150です。この値は実寸なので展開してもこの寸法になります。ここまでで必要な数字は出たので展開していきます。外径の長さの実寸と内径の長さの実寸、この2つの数字が羽の幅150の状態できれいな扇形になるようにすれば展開ができるということになります。では計算してみましょう。連立方程式を使います。中学校で習ったと思いますが、連立方程式という言葉を聞いたのは何年ぶりですか？こんな計算一生使わないよって思ってたでしょ。では人生で初めての実践的な連立方程式を使ってスクリューの展開をしてみましょう。このような形になることだけは先ほど言いました。この形を作るために足りない数字を求めていきます。ここの長さを x、ここの角度を y として考えます。ここの長さは羽の長さなので150です。内径の長さの実寸は先ほどの三角形の斜辺なので 508.62 で、これがこの長さになります。外径の長さの実寸は 1318.76、 これがここの長さになります。計算する際に細かな数字があると分かりにくいので、内径の長さの実寸 508.62 を A、 外径の長さの実寸 1318.76 を B として計算していきます。計算式としてはこうなります。まずは内径側を考えます。内径の半径は x です。半径 x の円周の長さ分の黄色の線の長さが y という角度になります。式にするとこのように書けます。次に外径側を考えます。外径の半径は羽の幅が150と決まっているので、外径の半径は x たす150です。半径x たす150の円周の長さ分の青色の線の長さが内径の時と同じ y という角度になり、式にするとこうなります。この2つの式を連立方程式で解いていくとこうなります。こうなるんです。解き方はもっとスムーズな方法があるのかもしれませんが、こんな解が出ます。ここに A イコール 508.62、 B イコール 1318.76 を代入してあげると、 X は 94.17、 Y は 309.45 となり、このような形に展開できるというわけです。Excel などで計算できるようにしておけば実用的です。実際にスクリューを製作するときは注意しなければならないことが山のようにあります。その一つ一つを解説するのは大変ですし、スクリューを製作する技術は会社の大きな武器になります。簡単に言えるものではありません。そういった観点から、ここでは製作する際に大きな問題になりそうな2つをご紹介します。一般的な筒の展開は板厚のセンターで展開します。この時の誤差というのはほぼありません。しかしスクリュー
となるとそうはいきません。今回ご紹介したスクリューの展開は板圧が0とした場合です。実際には板圧があり、力をかけて伸ばしてひねるので、理論的な展開の数字からの誤差が出ます。紙で作ったスクリューの羽に歪みが出ているのは、伸びなければならないところが伸びていないために歪んでいます。内径と外径の差が大きい場合や、ピッチが広い場合、板圧の厚い場合などは大きな誤差が出てしまいます。もう一点は、スクリューは伸ばしていくと内外径が絞られていき、小さくなると先ほど言いました。なので実際に製作するときは、内径がぴったりになる展開だと、シャフトにひっついてしまった時点でシャフトに羽が食い込んでしまって、それ以上ピッチを広げることができなくなります。内径に少し余裕があるくらいの展開が求められますし、羽を単品で伸ばしてからシャフトに入れる場合は、伸ばしすぎると入らなくなるので、ここも注意が必要です。他にもスクリューを製作するためには注意しなければならないことがたくさんありますが、今回はスクリューの展開の解説動画なのでこのくらいにしておきます。はい、どうでしたか？本当にマニアックな動画でしたね。でもね、こんなことでも知ってたら優越感に浸れませんか？実際にスクリューを製作している方々は本当に素晴らしい技術があると思います。この動画を見てすぐに制作できるようなものではありませんが、知識は持っておいてもいいと思いますし、何より面白くないですか？面白いと思って最後まで視聴してくれた方はまた変態さんに近づきましたね。はい、質問感想等ありましたらコメントください。チャンネル登録高評価ハイプの方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、ご安全に。